よいしょ。では、始めていきます。聞こえてると信じて。はい、こんばんは。はい、こんばんは。よかった。では、とっととやっていきます。いつも通り、なんていうか、最初からテンプレートで各パーツごとに分ける感じにしております。で、まあ、どんどん書いていきましょう。シワと影、アニメ風の影の付け方。だからまあ、いわゆるアニメ塗りっていうやつですね。今回、やる予定なのが。なんでまあ、絵は何でもいいかなっていう感じで。はい、こんばんは。なんで、まあ、そんなに、対して、まあ、1時間で描ける、どこまで描けるかは分かれへんけど、そういう影とか、シワの説明が多少できればいいなと思っております。はい、こんばんは。これはもう、いつも言ってる通り、左手デバイスを使っております。で、一応素体っていうか、裸の人間を描いた上で、こう、シワを描くっていうことをやった方がおそらく簡単だと思います。もうちょっと肘張るか。こっち側から一応光が当たってるっていう体で影をつけていきますね。まあ、まずは絵を描きましょう。岡本さん、シワのリクエストを送ったのでやってくださってとても嬉しいです。ありがとうございます。そういうリクエストには可能な限り応えていこうと。まあ、そんなに複雑なシワじゃなくて、だいたいこう描けばシワっぽく見えるかなっていう方向なんで、正しいかどうかはともかくとして、まあこんな感じでだいたいアニメだと許されるんじゃないのっていうふうに考えております。で、これでちょっと不透明度を下げますね。不透明度を下げて、ここから清書。主線フォルダーの中の、僕はいわゆる、あれ、何やったっけ。ラスターじゃなくて、ベクターで書きます。ラスターの方が好きっていう方もいらっしゃるんで、まあそこは好みでいいと思います。で、こういうね、紙とかキャンバスを無駄に動かすっていう悪い癖があるんですよ。はい、こんばんは。だんだん暑くなってきたなと思って、窓閉めてると暑い。かといってクーラーつけるほどのもんではないので。で、ここに肘があるっていう、肘のところは、そのまんま体を描くつもりで。で、こっから布が下へ垂れてる感じ。だからこういうラインで。で、逆にこっち側、内側の方は、体にぴったりくっつく感じ。で、このシワに向かって、シワじゃないや、肘に向かってシワがつく。で、もっと柔らかいトレーナーのような衣服だと、あんまりそれはつけない方がいいと思います。割とこういう普通のワイシャツみたいな素材だと、で、これ、袖の縫い口ね。だからここ、肘に向かって書く感じ。で、腕を上げて、肩とか肩甲骨から全部上がってるんで、こっち側の襟、このキャラクターの左側の襟を高く書く。で、こっち側はまあ、そんなでもない。普通。で、こっち側の高さが違うから、左右で高さが違うから、全体的にこのキャラクターにとっての左側に向かって布が引っ張られていく
感じを出したいです。で耳でこっち側なんですけども、肘の内側に布がたまる感じなんで、布がたまってここでたくさんシワ入れることによって、こっち側の袖口、下の方ですね、この絵で言うと下側が布がちょっと足りなくなる、すんたらになるっていう感じで、腕そのものが曲がってるから全体的に手首が見えるっていう風にすると曲がってる雰囲気が出せそう。だからそこら辺は割と理屈でやって大丈夫だと思います。だからこれがスーツみたいな素材だともっと袖口が見えた方がスーツのなんていうか不自由さとか硬さとかそういうのが出せるかなって。あんまり短くなりすぎるとちょっとギャグっぽくなってしまうんで、でこの肘に向かって袖口からも軽く入れたいんですが、これはあんまり実践で入れるとちょっと強すぎるかも。でまあ表情、この絵向かって右側から光が当たってるんでちょっと眩しいなっていう表情がにします。で、まあ、顔は適当にでこんな感じで、まあ大体絵としてはこれでいいかって。で下書き消しましょう。でいらない線をちょっと消していきますね。消しゴムツールでまずこれ、消しゴムはもうちょっと太い方がいいな。消しゴム太めでこんな感じで、あとは交点まで消すモードでいらない線を消していきます。これが非常にアナログにはできない便利な技よ。であとここ線足しとこう。線足して消す。ペンの裏側で消しゴムツールに切り替えるようになっております、僕の場合は。これでだいたい線はいいかな。ここも消して、まあ多少顎のとこ汚いですがまあいいでしょう。消しすぎでこれで消す。これで消す。だいたいここも消しとこう。こういう髪の毛の交点っていうか合わさったところがひょろって一本だけ出るとちょっと不細工なんで、こういうところは消してしまった方がおそらくすっきりします。でこういうところも消す。でまあ大体こんな感じで、じゃあもうどんどん色を塗っていきましょうか。ベースの色をまず全体的に塗っていきますね。で何色にしようかなっていうことで、まあなんとなくこんな色で、別に何色、塗りすぎおかしい。どれだ、これか。複数参照でこれでバッチリ。まあここら辺は各人やりやすいように、デジタルは好きなようにやってもらえれば、まあ僕の場合はこういう風にしてますよっていう話で、肌色を塗ります。もうちょっと赤っぽい、これぐらい。肌はあんまり彩度高めの方がいいような気がしますね。で肌はこれと手か、ここが服でないとあかんな。消しましょ
消して服の方で、スポイトして塗る。こんな感じで、肌もスポイトしておかないと。肌スポイトで、顔、違う、間違えた。ついついスポイトから切り替えるのを忘れてしまうんですよね。で、バケツに切り替えて塗る。これは全部僕の場合はアンチエイリアスを切っております。その方が特にアニメ塗りは楽なんで。こんな感じで、口の中は歯なんで、これは白、ちょっとグレーがかった白で、白目はもうちょっと白で、塗りますじゃないな、線を引いて、で、バケツ、あれこれ同じ薄いからこうなるのかな。じゃあもう手で塗っていこう。これぐらいならいいだろう。時々こう色の誤差のやつでそうなることがあるんで、よいしょ、これやって塗って、で髪の毛かな。次これは瞳か。瞳も茶色、これぐらいで。で眉明るめの茶色で、違う、眉で、次に髪、同じ色で、目はあれやね、ここで黒い白目のとこにしとくか。はい、こんばんは。で、ここは黒にして、で一通り今回はもうアクセサリーいらないんで消しますね。でここでちょっと背景に一工夫します。背景で1枚レイヤーを追加して、何色でもいい、黄色にしとくか。黄色で塗ります。でこれ何をしてるかっていうと、塗り忘れあった時にブサイクなんで、そういうことがないように外側を全部塗って、内側に割と濃いめのグレー。デジタルは結局実線の細くなってるところとかに塗り漏れが出やすいんで、黒で多分問題ないでしょうっていうことで、こんな感じを下に引いておきます。そうすると多分こういうところに出る隙間が見えない。はい、これで次に影をつけ始めていきます。どっからにしようかな。下で順当に服の影。こういうあんまりサイド高くない方がいいかな。これぐらいにするか。よし。で全体的にものをなんていうかな、球体、細長い球体の組み合わせだっていうふうにまず考えて、ここに卵があったらどんな風に影がつくかなっていう風なことをまず考えながら塗っていきます。でそれにプラス、あとは
シワのところはシワに沿うようにしていけば大体そんなにおかしくはならない気がする。あくまでも全体としては光の当たってる、今回の絵で言うと向かって右側の方じゃないところを全部影にしていくっていう。でこのポーズは何かっていうと、この腕によって頭に落ちる影っていうのを後で表現していきます。まずはそのものの影で、影って大きく分けて、その光光源の位置を分からせるための影っていうのが一つで、それに付随してその光が遮られることによってできる影、それと物の形を分かりやすくするための影、その3種類の影、またあとは演出的な影とかね、そういうのはありますけども、主にその3種類の影を組み合わせて立体感っていうのを表現していきたい。だからこの部分なんか今なぜこういう風にしたかっていうと、ここはここの部分ね、ここの部分は凸型になってるんで明るくなるように影の線がこう入り組むっていう。でこういう風な感じだから、何かジグザグになるようにしていくといいのかもしれないです。こういう感じ。これは最後に削ればいいか。まず単純にこれで塗っていきますね。これで単純、どっかがここか。こういうところをちゃんと。雪村さん、こんばんは。はい、こんばんは。こういう、あれここ、こう、こう、違う、ここや。ここが、で、こんな感じで。こっち側、向かって右から光が当たってる。で、後々のために、この左側には地面からの反射光っていうのがあるんで、ここを削っていきますね。こういう風に。これもうちょっと太い方がいいな。こういう。ここは、顔、肘のところに関して言うと、頭でガードされてるから、ここはあんまり削らなくていいです。削るべきはこういうところ。すると、全体的にキャラクターの丸みが出るような気がします。で、影の2段目、もうちょっと濃いやつは、こういうものの影になるところ、さっき言ったやつですね。光源というよりは、何か物が集中してるところ、線が集中してるところにさらに影をつけていきます。こういうところ、物が集中してるところ、線が集中してるところにもう一段影をつけるとよろしいかと。でこういうところもこういうところもつけたい。こういう感じ。ここもうちょっと多くてもいいかな。ここら辺は感覚ですが、とにかく線が集中してるところにもう一段影をつけてみてください。で、逆にここはなるべく、肘のところは、ここはもう突っ張ってるっていうことなんで、あんまり影はいらないです。で、次、肌。肌も同じような感じで、ちょっと光の色の具合をちょっと今確認。あれ肌じゃない。ここは顔や。肌の、ここはまず全体を影色にして、もう一段
顎のところ。顎のところは線が集中してるから。線っていうか、物が集中してるから、もう一段暗く。で、次、顔。これぐらいで。どうかな。もうちょっと薄くてもいいかな。この影のレイヤーは乗算モードになっております。で、これも全体を卵型と、まず考えて、こういうふうな感じで。で、唇は、唇の厚みがあるんで、その分をちょっと表現しております。まあ、基本は卵型でいいと思います。こんな感じで。これで色塗れるかな。で、これで、まあ、ここにも。これは、髪の毛でできた影っていう表現ですね。で、ここにも2段目を入れてみましょう。もうちょっと濃い方がいいな。これで、卵ですけども、ここに花っていう立体物があるんで、それをより強調する感じで。で、口。で、ここは髪の毛でできる影をさらに、影の中の影なんで、より暗くして、ここも、こんな感じで。まあ、ここら辺はいいでしょう。こんな感じで。で、こっち側、同じように削っていきます。地面からの反射の表現。で、この辺りに、こういうノーマルが、まあ僕もよくつけるんですけども、これは影になってるんだけど、この影、こっち側の顔の影っていうのが、鼻によってできた影。ちょっと1枚レイヤー追加して説明ね。鼻によって、これ、鼻によって影がこうできて、こっち側は、こういう、こっち側からの光によってできた影っていう。なんで、間に挟まれたここはちょっと明るくなってるっていう感じなんですよね。鼻の影と顔の立体によってできた影っていう、その2つを一緒に表現してるっていうことなんです。なんで、ここを若干削っていって、ここは鼻、これは顔の影っていう風な感じになります。で、ここもちょっと影つけてみるか。こんな感じで。で、次に、口の中はっつっても、これはもうほとんどどうでもいいから、もうちょっとグレーの方がいいな。こういう感じ。で、口の中が終わって、次白目。白目もまあ基本グレーで。で、次瞳。瞳はちょっと赤っぽくして、ハイライトとか後で入れますね、まとめて。まあ、顔のこの目のあたりはあんまり光源関係なくこんな感じでつけた方が多分いいかなって。で、眉と髪は同じ。髪の方を先にやろうか。これぐらいでいいか。いいな。よし、これで、最終的に腕でできた影っていうのを表現しますけども、まずは単純にこれを卵型、頭全体を卵型って捉えて、で、髪の毛そのもの、髪の束、頭のとこの束、一つ一つが卵型って考えて、こういう感じで。でもこっち側はもう全部塗りつぶしてしまっていいと思います。これも卵型。ここも卵型。
とにかくなんかそういう卵型をイメージして影がどこら辺につくかなって考えると割と正解なような気がします。で塗る。これで一通り塗り終わったかな。そうだ、眉毛も眉毛なんかはもう全部影でいいです。っていうのは僕の趣味やけど、眉毛の色が薄いとなんか目力が足りないような気がして、髪の毛の影、余計なのを消す。で髪の毛の方も同じく削ります。反射光の表現、こんな感じで。さてこっからこの腕によって落ちた影っていうのを表現します。髪の毛の影レイヤーで、さっきのこれよりももうちょっと濃くして、なぜ濃くするかっていうと、顔っていうか頭と腕の距離が近いのでより暗くなるっていう。腕と頭の距離が離れてれば離れてるほど周りから光が回り込んでくるんで、そんなに暗くはならないんです。なのでここはもうかなり意識して暗めで。だからこれをどれぐらいの感じで描くかによってこの腕と頭の距離感っていうのが出ると思うんで、まあそこら辺は自分の設定に従って。で同じくもう一つ影が落ちるところがここの部分で、これは顔の影で、これもかなり近いところ、これは腕以上に近いところにあるんでそんなに距離は離れずにこんな感じで。でも喉のところはもう距離が離れてるから特になくてもいいと思います。でこれから頭の髪の毛ハイライトを入れていきますね。ハイライトがどれぐらいかな。これはちょっと明るい、ちょっと色味があった方がいいんでこれぐらいで。これはあんまりちょうどいいところをね探したいんですよ。でこのハイライトはこの右から来てる光によってできてるっていうことなんで、この影のとこには絶対入れないように。はい、こんばんは。でここにはちょっと入れてもいいかな。それは趣味。影のところにね。これは入れない人は入れないです。さてで眉はいらない瞳のハイライト、いよいよ本当はじゃあここに光があってハイライトが入るかって言われると微妙なんやけど、でもやっぱりここにないとやっぱりちょっとどうかなって思うんで入れるようにした方がいい気がしますよ。さてで次ハイライトは白目はいらない、口の中もいらない。顔はどうしようかな。うっすら入れた方がいいような気がするんで、うっすらときちんとしたハイライトというよりは、これはもう塗り方エアブラシぐらいでいきましょうか。エアブラシでふんわりと、あんまりツヤツヤにする必要はないと思うんで、ふんわりとしたハイライトを入れよう。これぐらいでどう？はい、こんばんは。はじめましてです。よろしくお願いします。うっすら、ちょっと黄色っぽいな。もうちょっと赤っぽい方が好き。こんな感じで
これ影のレイヤーの下に持っていくことで影に影響を与えずにこんな感じで。で、服もワイシャツなんで別にハイライトはいらないかな。でもちょっとだけ線みたいなハイライト入れてみましょうか。まあここら辺はお好みでいいと思います。はい。どうかな、これぐらいで。これぐらいで。だからこれもうっすらと入れるぐらいで、あんまり入れるとなんかツヤツヤでちょっと素材感を損なうかもしれないんで、うっすらとあとブラシで入れてみるか。ブラシ、これもハイライトを影の下にしてうっすらとこんな感じで、まあこれで大体は入れ終わった感じなんで、まだ時間はあるからちょっとこっからこすっていきます。一応アニメ塗りとしてはもうこれでも OK かなとは思うけど、ぼかしを入れていきますね。で、僕が好きなのはこの色混ぜっていうやつで、よっ、こう。で、この時も全体的にぼかしすぎるとメリハリがなくなるから、片一方だけにぼかしていく。だからここ、今ここの部分ね。ここの部分なんかでも、ぼかすのはこっち側だけ。こっち、上の方もぼかすと全体的に眠くなってしまう感じがするんで、こっち側は、両方ぼかすことはやめた方がいいと思う。どっちかにだけぼかす。で、ここの部分、襟のところの影。今こういうふうに L 字型に入ってますよね。で、下の部分は、この腕の重なりによってできた影なんですよね。なんで、ここはあんまりぼかさない方がいいです。で、上の L 字型の縦の部分。ここは、この素材の丸みによってできてるところなんで、こっち側だけぼかしましょう。だからとにかく全体をぼかさない。っていうのが多分綺麗に見える。メリハリがある。まあそこら辺は好みも確かにあるんやけど、そんな気がいたします。ついつい全部ぼかしたくなるんやけど、ここはどうかな。こっちだけぼかすか。こう。もうちょっと太い方がいいか。ここもこれぐらいで。で、こっち側も、今この腕のところ、腕の袖口のところも、こっち側は丸みでできた影なんで、ぼかします。で、反対側のこっち側、縦線ね、さっき言ったところの L 型の縦、こっちは、物が曲がってることで、この袖口、縫い目のところの表現なんで、ここはぼかさない方がいいと思います。で、袖口。だいたいこんな感じ。で、次は、髪の毛。髪の毛のぼかし方で僕が好きなのは、この指先ツール。指先ツールの、まず影。もうちょっと細い方がいい。指先ツールだとこう、なんていうの、入り組んでくれるので、なんかその髪の毛の毛束の流れみたいなのが見える気がして好きですね。もうちょっと太くするか。で、さっきのこの腕でできた影のとこにはなるべく触らない。なんならもう別レイヤーにしてもよかったかなって思うぐらい。
でこっち側影をもうちょっと足していきましょう。影をあかんね。これじゃないな。もうちょっと濃い。これぐらいで。で特にこうハイライトの近くに入れるのが僕は好きです。ハイライトと影の部分が近いとなんかツヤがある感じ、金属っぽいっていうか、こういう感じで、で指先よし、これぐらいで。で次に、はい、こんばんは。あ、よろしくお願いいたします。次はどこでやったっけ。顔のぼかし。こっちは色混ぜツールの方でぼかしていきましょう。だからおでこは平たいところなんで、ここはなるべくグラデーションを長く。で鼻の両線は割と尖ってるから、もうここはあんまりぼかさなくていいと思います。でここをぼかし、だから平らなところはぼかす。できっちり角のようなものがあるところはそのまんまで、こういう感じで。で耳もぼかす。耳はぼかしていいでしょう。こんな感じで。いまいち髪の毛の影が綺麗じゃないので、ちょっといじります。青っぽいの足していくか。青を足して、ここら辺からね、だんだんいろんな色味を足していこうっていう。はい、こんばんは。はい、よろしくお願いします。でこういう感じでいろんな色足して、指先。もうちょっとサイドを落とす。で指先。あ、肌、ここ手塗ってなかったね。全然肌、喉だけじゃなくてここも影を入れましょう。はい。まあ多少顔の影とかは色が違うけど、もうちょっと明るい方がいいか。これぐらいで。これも同じ卵型を意識して、まずはこういうふうに。でぼかしじゃない、これ色混ぜ。ぼかし、よいしょ。でここも袖周りにできる影を表現します。だからその時も上側、この上側のところは袖の、要するにこのワイシャツと接してるから、ここは少なく。で下の方はだんだん離れていく、ワイシャツから離れていくから距離を取る。こういう感じにすると距離感が出る気がします。さてここでじゃあそろそろ背景の方をいじり始めましょうか。これ背景っていうか押さえのために入れたやつをまず複製します。で複製してこの黄色のところをもうちょっと白っぽい色で塗ります。はい。でこれを黄色にしとくか。白でいいか。で下の方も白にしときますね。
まあこれは単純な光の表現なんで、上のレイヤーにぼかし、ガウスぼかし、をかけます。こんな感じで、これをスクリーンもうちょっとさせたいな。加算発光あんまり違いがないな。あ、そうか、これを真上に持ってきます。一番上に持ってくると加算発光が強すぎる。なんでこんな風になんねん。こんな感じで全体的に光ってる感じが出せるが、これがあんまり強すぎるかな。もうちょっと抑える。こういう感じで、さらに右上の方から光が来てる感じにしたいんで、もう一枚レイヤーを追加します。でこっちも加算発光じゃなくて、もうこれ通常でもいいや。もう白で、白もうちょっと色味つける。黄色っぽい色でエアブラシでかいサイズでうっすらとやって、やっぱりスクリーンやな。あんまり違いがないか。もうちょっと色味入れる。いろんな色足してみましょう。こんな感じで。これ加算発光やったら強すぎるかな。ピュッ、強すぎる。これは強すぎる。まあこんな感じで。で反対側の方をちょっとダークにする。もう一枚追加して、ここもブラシ。あんまり良くないな。これ削ります。で、じゃあ次、影のところにちょっとグラデーションを入れていきましょうか。まずは服。面積も広いし、服の影のところに、うっすらとこれぐらいにして、これを選んで、合成モード、乗算。エモさん、使っている漢字、いつもどうやったらうまく表現できるのかなって思っていたので、とても参考になります。今、影のところに上からグラデーションを。あ、残します、残します。で、髪の毛も同じ感じでいきます。綺麗でしょ。こういうのをちょっと入れると、アニメ塗りってどうしてもぺったんこな感じになるんで、まあイラストの場合だと、こういうのを入れてやると、もうちょっと濃く。これで影の部分にだけ入るんですよね。ノーマルのところとかハイライトには入らずに。で、顔はね、微妙やけど、ちょっと挑戦してみます。グラデーションが入るとやっぱりいいですよね。で、顔も同じく、顔はあんまり変な色は入れたくない。うっすらと入る程度で入ったかなっていうぐらいで、あとね、髪の毛のハイライトもこすります。髪の毛のハイライトも指先ツール、これでこの髪の毛の流れに沿った感じで、そうするとこの端っこがね、割と色味が綺麗なんですよ。こういう感じ。そうすると下のやつのこすってないところが目立ってきたんで、ここをこすっていきます。こんな感じで。
でこうするとハイライトと、影の部分がこう入り乱れる感じになって個人的に好きっていう。まあ最終的には個人の好みなんで、絵はこういう感じで、こういう感じでで、全体的に白くてあれなんで、このキャラクターをもう一枚追加っていうかコピーね、キャラクターをコピーしてこっちの方を全部まとめてしまいましょう。レイヤーから選択中のレイヤーを結合、これで1枚になったんで、これを真っ黒に塗りつぶします。ちょっと色入れましょうか、せっかくなんで。色を入れてニュッとこういうので間違えた。これでいい。これで透明度保護でこのキャラクターだけ。岡本さん、髪の質感がとても綺麗です。でこれをこの下に持ってきて、今の段階だと同じもんなんで違いはないんですが、これをずらす。ここら辺ももうデジタルならではなんでちょっとずらして、でこれに対してこれずらすとあれやねんな、上がこういう風になるときにはちょっと拡大しましょう。ニュッと囲んでちょっとでかくするとバレづらい。こんな感じ。 OK でこれに対してフィルターぼかし、色ぼかしよ。ぼかす方向、これボケてんのかな。そうか、違う。これの透明度保護を今度は外さないといけない。でフィルターぼかし、色ぼかし、これね、光が当たってる方向っぽい感じであんまりよくわからんな、違いが。思ったほど違いがよくわからない。もうちょっと多くする。こんな感じ。まあちょっとしたお遊びなんで、これは薄めにしておいて、まあでも大体こんな感じで OK かな。一応その影の部分の説明っていうことなんで、あんまりそれ以外のところには気を使わずにやりました。ここでぼかし、白目のぼかし、色混ぜ、こんな感じで。でハイライト、目のハイライト、青とかどうでしょう。エアブラシで、ちっちゃいエアブラシで瞳のハイライトなんでこんな風になるの。下が白塗ってない。ここは白でいいのか。こうか。で色混ぜもちっちゃすぎ。よし。まあでもだいたいこんな感じで。
いうことで、一応もう、これで完成っていうことにいたしましょうか。本当に今回はシワっていうことと、光の当たってる影の付け方っていう2点に絞って、あとはアニメ塗り。アニメ塗り最後ぼかすのは、オプションっていうことで、基本はああいう感じで、かっちりと描いていって、せいぜいイラストなら2段影ぐらいまでつけて、ハイライトつけたら豪華な感じがすると思いますんで、ぜひお試しくださいませ。よいしょ。ここも。ということで、この後21時からいつものようにツイキャスの方を移動いたします。で、20時からは、僕が一生懸命描いた模写の動画を公開いたしますんで。とても勉強になりました。ありがとうございます。いえいえ、とんでもないです。なんか参考になれば嬉しいです。なんで、そちらの動画もぜひお楽しみに。54歳アニメーターがとりあえず一生懸命やって、最後にはレイヤー重ねて答え合わせまでしておりますんで、どれぐらいずれるか。ありがとうございます。ぜひともよろしくお願いします。何度も再生してみてくださいませ。そう、恥ずかしいよ。自分の実力がどんなもんかっていうのが白日のもとにさらされるんで。なんで、またいろいろと動画を上げていきたいと思いますんで。はい、ありがとうございます。こちらこそ。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうでないと本当にグラデーション、昔のアニメ多かったんやけど、2号影が意味をなしてないことがあるんで、ポイントにつけるぐらいにした方がいいと思います。なんで、とりあえず20時からの動画と21時からのツイキャスをよろしくお願いいたします。じゃあ、とりあえず、ここで配信を終わりたいと思います。ありがとうございました。お疲れ様です。ハイジンさん、お疲れ様でした。ミミミさん。